サマーズ様、どうぞおかけください。スターリング様はただいま会社からお戻りになる途中です。まもなく到着されます家政婦は、なだめるような笑顔を浮かべ、畏敬の念に満ちた声で言った。私は手を振って取り合わなかった。結構です。ありがとう。私は生まれつき金の舌を持っていた。私の言葉は絶対だった。当初、スターリング氏は疑っていた。2年前、試しに私はただ彼の会社の株価が上がると言った。その日の夕方までに株価は急騰した。かつて危険な状態にあったスターリングエンタープライズは、あの一言のおかげで、あと2年も持ちこたえることができたのだ。その日以来、スターリング氏は私が彼が探し求めていた奇跡の存在だと知った。彼はあの手この手で私に再び言葉を発するよう頼み、私の名前をスターリング家の家系図に書き加えることまで申し出て、何世代にもわたる彼の家族の崇敬を約束した。私はしぶしぶ承諾しただけだった。私を落ち着かせると、家政婦は厨房へ果物の盛り合わせを準備しに行った。他の使用人たちも私を最大限に敬意を持って扱い、目には畏敬の念が満ちていた。私は豪華なソファに座り、静かにスターリング氏を待っていた。すると、頭皮に鋭い引き裂かれるような痛みが走った。私は顔をしかめ、振り返ったちょうどその時、水晶のグラスが私の顎にぶつかって割れた。世界は赤い霞の中でぼやけた。頭を押さえながら、自分の血のカーテンの向こうに、怒りで歪んだチェルシークイーンの顔が見えた。私のそばにいた2人の使用人は、私の傷を見てパニックになった。サマーズ様はスターリング様の賓客です。あなたはどなたですか？チェルシーは歯を食いしばった。止められるものなら止めてみなさい。私はレオの恋人よ。彼女は私を睨みつけた。この女、よくも私のレオを誘惑する勇気があったわね。それもここまでついてくるなんて？彼女の友人たち、完璧に手入れされた女の子たちの一団は、嫌悪感を持って私を嘲笑した。見てよ、ボロボロの服を着て。チェルシーに比べるわけないじゃない。目がある人なら誰がより良い選択肢かわかるわ。なんて安っぽい女よ。今日はお仕置きしてやる。彼女たちは次々に家庭破壊者という言葉を私に浴びせ、私は無価値なもののように感じられた。私は顔をしかめ、声を氷のように冷たくした。私は家庭破壊者じゃない。でたらめを言うのはやめて。私は去ろうとしたが、チェルシーの手が私の顔を強く叩きつけた。恥知らずの女。私の彼氏の周りをうろついているのを見てないと思ってるの？彼女の長い爪が私の目を指さし、声は甲高く金切り声だった。あなたみたいな女は起きている間ずっと、どうやって彼を誘惑するか考えてるんでしょうね。私は突然レオ・スターリングのことを思い出した。私の能力を利用して家族を助けてほしくて、彼は毎日私にちやほやしていた。彼にチェルシーのような恋人がいるとは想像もしていなかった。周囲の使用人たちは、ようやくショックから抜け出し、私を守るように囲み、優しく私の傷の手当てをしようとした。私の声は凍りつくようだった。スターリング氏が私を招いたのは、彼の家族を助けるためです。あなたの彼氏とは何の関係もありません。一人のメイドが私のために臆した声で口を挟んだ。サマーズ様は金の舌をお持ちです。おっしゃることが叶うのです。それを聞くと、チェルシーはお腹を抱えてヒステリックに笑い出し、涙を流した。彼女に金の舌があるなら、私は天からの天使よ。ずっとベラベラ喋ってるくせに、どこに魔法があるの？私は内心で嘆いた。私の能力は強力だが、制限があった。1年に1度しか使えないのだ。私はめったに無駄遣いしなかった。
チェルシーは冷笑し、腕を組んだ。私が馬鹿に見える？そんなでたらめ信じると思う？チェルシークイーンにちょっかいを出したんだから、絶対に償わせる彼女の目は毒蛇のようで、冷たく毒を取りじしかった。彼女の友人たちは迫り、顔は残酷な楽しみに満ちていた。彼女は私を狙ってきた。私は一歩下がり、声を枯らせた。私に手を出せば、スターリング家はあなたを許さない。チェルシーが最初に飛びかかり、私の頭を掴んで床に叩きつけた。この小娘、まだ口答えするのか？みんな、やっつけろ。この家庭破壊者にお仕置きを。2、私は顔を歪め、額から血が一滴一滴、苦痛とともに滴り落ちた。私の忍耐は尽きていた。私の視線はチェルシーを見つめ、氷のように冷たくなった。私はスターリング家の賓客だ。あなたは何者？私の声は低く危険だった。今すぐ去ればなかったことにする。だが、しばらくは不運に見舞われるだろう、と思いながら。私が完全に彼女を無視しているのを見て、チェルシーはついに逆上した。目を真っ赤に染めて、彼女は私に飛びかかり、私の胸にまたがり、殴る蹴るの暴行を加えた。地面に押さえつけられ、私は反撃する力もなかった。しかし彼女が身を乗り出したとき、私は口を開き、彼女の耳に噛みついた。彼女は悲鳴を上げ、耳を押さえ、目は殺意に満ちていた。友人たちは駆け寄り、私を押さえつけ、順番に平手打ちをした。彼女たちが私を後ろに引きずり回し、頭が外の砂利道で跳ねるとき、頭皮に焼けつくような痛みが走った。私はうめくような声を上げた。鋭いスティレットヒールのサークルが私の周りに迫り、閉じ込められた。ヒールが私の手の甲を踏みつけたとき、小さな骨の不気味なきしむ音が聞こえた。最初の平手打ちは私の右耳を耳鳴りさせた。家庭破壊者へのお仕置きを、この恥知らずの女。二発目は私の左の方を腫れ上がらせ、ヒリヒリさせた。人の彼氏を奪うお前みたいな女は大嫌いだ。吐き気がする。三発目には、口の中で血の鉄の味がした。お前みたいな人間は生きる価値がない。彼女たちは順番に私の髪を引っ張り、頭を後ろに引きずり、血まみれの毛塚が腫れ上がった私の顔に張り付いた。爪が恋に私の目尺を引っかき、温かい血の滴りが私の襟元に伝わった。彼女たちは残忍だった。二人の使用人は傍観し、恐怖で麻痺していた。私は彼らを見て、声を張り上げた。スターリング氏に電話しろ。今すぐ。私は息を切らし、歯を食いしばりながらチェルシーに警告しようとした。話しなさい。さもなければ、二度とこの家をスターリングとして歩くことはないと誓う。チェルシーはただ嘲笑し、何度も私を蹴った。私がそんな馬鹿だと思う？あなたはただの田舎者よ。金の下だなんて冗談じゃない。私の目を盗んでレオを誘惑しようとしてただけだ。あなたの哀れな計画は見え見えよ。彼女の尖った靴が私の肋骨を蹴った。痛みで体を丸めていると、ガクがコンクリートの階段の鋭い角にぶつかり、血がすぐに私の右目を覆った。最後に、彼女は私の首をつかみ、頭をコーヒーテーブルの角に打ちつけた。陶器の破片が私の顎を切り裂くと、血が真新しい床に滴り落ちた。彼女は冷笑し、私の腹に最後の残忍な一蹴りを加えた。ビッチ。私は腹を押さえ、体は苦痛で歪んだ。何をしているんですか？家政婦がようやく厨房から現れ、手には果物の盛り合わせがあった。私を見て彼女の目は恐怖で見開かれた。駆け寄り私を立ち上がらせた。サマーズ様はスターリング様の高貴なお客様です。
最大限の注意を払うように特に指示されていました。誰がこんなことをしたんです。彼女は振り返り、その目はチェルシーの目とあった。チェルシーはただ笑った。メイおばさん。クイーン様、ここで何をなさっているんですか？チェルシーは彼女を見て、声には軽蔑がにじんでいた。賓客？あの女はただの田舎者よ。言っておくわ、私は次のスターリング夫人になるんだから。家政婦はチェルシーから私へと視線を移し、顔には葛藤の表情が浮かんだ。最後にため息をつき、私の腕を離した。私は一人で立っていられず、再び床に崩れ落ちた。チェルシーは得意げに嘲笑した。金の下だなんて。むしろプロの詐欺師ね。あなた言ってみなよと彼女は家政婦に要求した。彼女の言葉は魔法なの？そうじゃないの？メイおばさんの目はキョロキョロと動き回り、やがてチェルシーの側へ走り寄った。金の下なんてものですか？彼女はただの詐欺師です。私の心は沈んだ。3. チェルシーは家政婦のこびへつらいに浸った。私は至るところから出血し、戦う力は残っていなかった。肺から空気がすべて押し出されているように感じられ、話すことさえできなかった。チェルシーの長い爪が私の顎に食い込み、私の頭を無理やり上げさせた。彼女の目は私が身につけていたネックレスに落ちた。私が守る前に、彼女はそれを私の首から引きちぎり、肌に生々しい赤い線を残した。返して私は枯れた声で、必死さに乾いた声で言った。そのネックレス、それは母が私に残した唯一のものだった。私は顎を噛みしめた。返してくれ。飛びかかろうとしたが、私を押さえつけている2人の女の子に抑え込まれた。チェルシーはネックレスを私の目の前でぶら下げた。こんな小さいものがそんなに大事なの？彼女は残酷に微笑んだ。返してあげてもいいわ。どうしてひざまずいて愛願しないの？ご機嫌よくなったら返してあげるかもね。私の目は憎しみで燃えていた。私は拳を握りしめ、彼女を睨みつけた。チェルシーはネックレスを嫌悪感を持ってみた。どうやらそれほど大事じゃないのね。それなら彼女はそれを捨てようとするふりをした。言葉が私の傷ついた唇から引き裂かれるように出た。ひざまずきます。それを言うことは、体から最後の一滴の力まで絞り出されるように感じられた。彼女は身をかがめ、見下すように私の方を軽く叩いた。わかってるんだね。さあ、早くしなさい。一日中待ってるわけじゃないんだから。私の目は彼女の手の中のネックレスに釘付けけだった。私は目を閉じ、体を無理やり地面に倒した。取り戻せ、と自分に言い聞かせた。そうすれば彼女は代償を払うことになる。ひざまずいて、私は彼女を見上げ、声はうつろなすれるような音だった。返して。勝利の笑みが彼女の顔に広がった。お願いされたからって返すと思う？言っておくわ、これが家庭破壊者の報いよ。そう言うと、彼女はネックレスを地面に投げつけ、ヒールで踏みつけた。私は無力に見つめた。繊細な銀の鎖が切れ、ロケットは歪んだ金属片に押しつぶされた。私の声は引き裂かれたささやきだった。殺す。お前を殺す。私は這い上がり、飛びかかり、手を彼女の喉に絡みつかせた。狂ってる。引き離して。彼女の友人たちは瞬く間に私を引き離した。私の全身は純粋な憎悪で震えていた。チェルシークイーン私は激怒した。このままでは終わらせない。私の脅しに彼女たちは一斉に笑い出した。チェルシーは体を折り曲げ、陽気に交渉した。ああ、聞いた？
この田舎者の小娘が私を許さないって。すごく怖いわ。やってみたいものね。彼女の顔は曇った。どうやらまだ懲りてないみたいね。みんな、もう一回やってあげて。彼女たちは再び私に群がった。今度は私は抵抗しなかった。私は床で体を丸め、彼女たちの拳と足が私に降り注ぐに任せた。ははは、見て。壊しちゃったみたい。もう反撃さえしない。チェルシーの笑い声が部屋に響いた。床に広がる自分の血の池を見つめながら、ゆっくりと冷たい笑みが血まみれの私の唇に広がった。4. 私が笑っているのを見て、チェルシーの楽しみは怒りに変わった。何笑ってるの、この女？彼女は放抗した。面白いと思う？二度と笑えなくしてやる。私の声は柔らかく、恐ろしい囁きだった。私はまっすぐ彼女を見つめていった。あなたの顔はもうすぐ台無しになる。彼女の目は見開かれた。彼女の表情は雷雲よりも暗くなった。この女、よくも私を呪うわね。それで殺してやる。彼女は袖をまくり、私に向かって歩み寄った。しかし次の瞬間、彼女は足を滑らせ、地面に倒れ込んだ。ああ。彼女は叫び声を上げ、手を顔に飛ばした。チェルシー、あなたの顔。彼女の友人の一人が息を飲んだ。チェルシーは慌ててコンパクトミラーを探し、叫び声はさらに大きくなった。彼女は出血している方を押さえ、目は純粋な毒気を持って私に釘付け気になった。私の視線は、なぜか床に現れた小さなカミソリの刃に漂い、私の笑みはさらに広がった。激怒して、チェルシーは這うように私に向かった。お前この厄介者。お前がやったな。彼女は金切り声を上げた。その汚い口を動かすなら、二度と話せなくしてやる。私の爪が手のひらに食い込んだ。私の声は枯れていた。できるものか。彼女は眉を上げた。なぜできないの？私は次のスターリング夫人になるんだ。あなたはただの田舎の誰かよ。なぜあなたを黙らせることを恐れなきゃいけないの？彼女は友人たちに目配せした。彼女たちはすぐに私を拘束した。彼女はバッグから2本の細長い針を取り出し、一歩一歩、意図的に私に近づいた。今日は、世界のためにお前の呪われた口を永遠に封じてやる。私の喉を刺しても治る。私の唇から言葉が離れた瞬間、私の目に金色の閃光が走った。あまりにも早く、誰も気づかなかった。彼女は素早かった。針が私の喉に突き刺さった。痛みが体を爆発させた。私は狂ったように暴れたが、音は一つも出なかった。私の無言の苦痛を見て、チェルシーは有頂天に見えた。これがお前みたいな女の末路よ。涙が私の顔を伝った。喉の痛みが冷や汗の波を私に送った。視界が暗くなり始めた。私は意識を失いかけていた。家政婦のメイおばさんはチェルシーの側に走り寄った。未来のスターリング夫人、まさに彼女のような恥知らずな女はそう扱うんです。私の若い頃なら、こんな誘惑の女は豚かごで溺れさせたものです。私は舌を噛み、血の鋭い味が私を清明に保った。チェルシーは手のほこりを払い、得意げな表情を浮かべた。その通りよ。彼女のような汚れた女は浄化される必要がある。洗ってあげましょう。彼女は私をゴミのように見下ろした。連れて行け。彼女たちが動いたちょうどその時、低い声が空気を切り裂いた。あなた方は誰だ？私の家の前で何をしている？エララ。それはスターリング氏の声だった。